で最初だけでロボットみたいなのっていつも言われててHi, my name is Ken みたいなRelax, sit back, relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back with me. Relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back with me. Relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back with me. Yeah. Alright, that's good. Welcome, this is Downtime with Ken. I'm your host Ken. 今回もよろしくお願いします。Downtime with Ken です。のケンヤマモトです。今回のゲストは、結構いろいろリリックだったりいろんなもんでお世話になっている方です。どうぞ。どうも。ホローサンズとドギーフッツ、あとアズイレットゴーってバンドもやってます。ボーンズことドヒです。よろしくお願いします。初のこれは結構先輩系の初先輩。ずいぶんハードルの低い先輩だな。いやお前が先輩だと思ってねえ顔に書いてあるよな。2年ぐらい前にクリーブ抜けたタイミングでどうしようかなと思って、なんかメロディーのあるバンドは継続してやりたいなっていうのはあったから、それでホローサンズっていうか、まあその時は漠然と、まあ、フーファイターズとかジミートワールドみたいなバンドがやりたいと思ってて、その前のクリーブは暗い曲しかなかったからマイナー調の曲しかなかったからそのメジャーマイナーでね、だからその明るい曲もやりたいなっていうのもあって、それでまあちょっとずっとね、そのクリーブにいた時からもね、フーファイターズみたいな曲をやりたいなっていうのはずっとあったから、それでその今のコンセプトに行き着いて、まあ会う人を探してって感じだったんだよね。ハローサンズのそのさっきもジミートワールドだったりフーファイターズって言ってたけど、そのバックボーンにあるのはやっぱその2バンド。軸となってるのはそういうちょっとパンクでのオルタナロックみたいな感じなんだけど、やっぱ俺個人的にすげえ好きなのは、もう太いペンタトニックのリフがすごい好きだから、だからレイジ・アゲンスト・マシーンとか、あとストーンテンプルパイロッツとか、あとはね、まあ、ニルバーナはちょっと違うけど、まあ、あとね一番俺がねリフですごい好きなのは CKY ってバンドなんだよね。CKY そうキャンプキル・ユア・セルフなんだよCKY 懐かしい。そうみんな懐かしいって言うんだけど、ジャッカス系のそうCKY のリフはすごい俺好きで、常に iPod にも入ってるんだけど、そうなんかバンドの雰囲気もすごい好きで、なんかそのブラックサバスみたいなことをすげえラフになんかこうパンクのアティテュードでやってて、なんかすごいそこが俺はすごい好きなんだよね、実は裏テーマは CKY だったりするんだよね。あとまあメタリカのちょっとハードロックっぽくなった時期のメタリカとかスラッシュの時期じゃなくて、まあ、そういうリフがすごい好きだから、まあなんかああいうのをもっとこう明るいロック、ストレートなロックとこういい感じでミックスできればっていうのがコンセプトかな。バンド名決まってなかったじゃん、一緒にやって決まってなかった。そうでメール来て、じゃあバンド名決めましょうっつって候補みたいなのあって、結局ハローサンズになって、そのハローサンズの名前の由来ってのは、それ聞いちゃうまあ結成して1年ぐらいはね、もうずっと曲を作ってたんだけど、そのメンバー4人集めて、その時はもう7しのバンドだったんだよね、もうずーっと。でなんかバンド名決めなきゃとは言ってたんだけど、なんかいまいちいい名前が思い浮かばなくて、ケンにも頼んで何個かリスト、ほんと1年ぐらいかけて10個ぐらい名前を作ってそう、でも一番初めに作った名前がホローサンズだったんだよね。あったね最初の。そうでそれを1年寝かせてやっぱりこれにしようってなったのがその名前なんだけど、その時はねなんか割と響きでつけてて、でなんか後からつけた意味は、その太陽っていうのはずっとさ当たり前にあるんだけど、でも中身は誰も見たことがないから、その本当は空っぽかもしれないじゃんみたいな、だから絶対としてあるものなんだけど、
実際を誰も知らないっていうようなちょっと深めの意味。ちょっといいじゃないですか。意外といいこと言うだろまあでも名前決めたんだけど、今の裏エピソードは他のメンバー誰も知らないからこれ見て多分そうだったんだなそうなんすかってやばいです言ってもへえになっちゃうからさ二人きりで言われても困るじゃん。だってなんか、俺さ意味考えたんだけどさとか言ってさ空っぽだと思うんだよねとか言ってこいつやべえみたいななんかさ練習行きずれ続ける自信なくなっちゃうじゃん自分のバンドやって一番その歌詞とかを大切にしますよね。アフターツナイトの名前の由来何ですかって言われて、本当に何もないの私の名前ってだからそういうで後付けもできないような名前じゃん。なんかでも今夜の後に変わるみたいなさなんかちょっとポジティブ PMA な感じにならない最初はアフターザフォールってバンドにしたかったんだけど、そのバンド名がもういて、そうパンクバンドでアフターザフォールって違ったの。そうなんかしかもすげえダサくて、その雑誌に After the Fall って書いてあったのね。その After the Fall ってのは政治的な何かがこう崩れ落ちてきてるみたいなビジネスインサイダーの記事の名前で After the 高校生時代で After the Fall って出て、いいなと思ってずっとキープした名前なんだけど、その後に After the Fall っていうバンドがいるって知って、しかもかっけえみたいなしかもちょっとエッジーな名前だよねだからちょっと変えて Mac で決めました。そうなんだ。紙にいろんな単語を入れてコップでガーってやって出して一番いいやつが After Tonight だったっていう。で歌詞の内容的にはさ、どういうことを、もちろん俺は一緒に書いてるからその分かったんだけども、こう、質問2つあるんだけど、最初はその書いた時に、こうどういう内容をメインとしてEP は成り立ってるの、ボーンズの中で。やっぱバンド新しく始めるにあたってやっぱ大変だったこともすごく多かったし、一人でずっとメンバーを集める前は半年くらいそのメンバーを集める前の話になっちゃうんだけど、そのメンバーを集める前にやっぱりそのメンバーに対してこう責任もあると思ったから、で俺も年も年だからそんなにこうさ、じゃあバンドやろうぜっつってもうなんもないけどとりあえず集まれっていうのはちょっと嫌だなと思ってたから、その先に曲を何曲か用意してこういう曲やりたいんだよねっていう風にちょっとそのメンバーに対してプレゼンしたいなと思ってて、で何曲か書いたんだよね。であとそのまま俺がボーカルやるっていうとドキさんボーカルやるんですかみたいな感じになると嫌だと思ったから、実はあれこれ聞かしたっけ？わかんない俺マイヒーローさ、フーファイターズのマイヒーローのさ、をさ自分でさ卓録で撮ってちゃんとダブリングまでして他のメンバーに聞かせて、俺こんぐらいは練習してるからそうやったんだよ。そうやってプレゼンしたんだよそう証明して、そうそのやり方やばいね。そうだからこんぐらいはやる気あるから、でちょっと乗ってきたらツアーとかもしたいから、その片手間じゃはないんだよねっていうのをこうちょっとこうアピールしたくて。すげえ。そうそれはみんな OK ですって言うよ。そんなちゃんとした音源でボーンズでマイヒーローが来たら。そうマイヒーローはでもあれなんだよ、ネットでなんかカラオケの音源があってさ、でそれをこう入れて、で一人でスタジオ入ってセルフオーディションみたいな。そうでもやっぱりやっぱバンドやるとなるとさ一人じゃないからさ、やっぱ他のメンバーにちょっとこうね、俺がいい加減にやったらいい加減にしたくなかったっていうのもあるよね。なんかいい加減にしてほしくもないし、したくもなかったから、こういう感じなんだよねみたいなのがこうね形で来るとさおって思うじゃん。もちろん、でそういうやっぱその苦悩だったりそういう大変だった時期が歌詞に反映されてたっていう。そうだね。なんかバンドのことだけじゃないんだけどね、もう本当に金なかったりとかさなんで俺こんな金ねえんだとみたいな時もあったから、自分の仕事の中でね、そういう時もあったから、でももうここでその時もう結構折れそうになったんだけど、でもここでやめちゃうとつまんないよねってなって、
そういう風に歌詞を書いたからちょっとああいうこう何クソ系になって、でこう歌詞を書きながらこう今ダークなサイドがあって歌詞書くじゃん、でこれってまあいろんな人が話さないことなんだけど、でも俺は感じることなんだけど、ライブをし始めるじゃん、歌詞の意味合いって変わってくる。ボーンズの中でライブで何回も何回もやることによってどうかな。やっぱりライブでやるとこうやっぱりやらなきゃいけないから、こう人前でこうちゃんとこなさなきゃいけない部分が出てくるから、ちょっとその時はなんだろうね、こうそっちに気取られてる時もあるけど、俺の場合はその時のなんか気持ちを切り取ったみたいな感じだから、まあ意味が変わることは今のところはないかな。まだ5回ぐらいしかライブやってないしそうかそうこれから、ね、そうこれからだから、なんかこう何回も何回も歌うことによって、どんどん自分の中でいろんな解釈をしていかないと、こう結局時間が経つわけじゃん、その曲でちょっとずつ変わっていくわけで心境が、でそれをどんどんコンテクストをこうはめていかないと、なんか自分の中では AT とかやってた頃も、自分のソロでも今もそういうことを感じてて、書いたのが結構前だったから、だからそのメンタルをこうリフレッシュしていかないと、なんか持たないというか曲が自分の中でこう鮮度が落ちちゃうみたいな。そうですぐボツにするから俺曲を。でじゃあどうすればその曲をボツにしないとか、一回ライブやってって思った後にもう一回ライブやってみるとやっぱこれいい曲だなとかなるし、だから俺的にはそう変わるのかなと思って、俺だけなのかなと思って、どうなんだろう。やりたくなくなる曲はあるよね。そうですよね。まあだからそれはいい加減に作っちゃったってことなんだと思うんだよね。なんかいやなんかね、その時の感情となんつうの、そのさっきのさなんつうの思い入れがリフレッシュしてみたいな、その意味合いが変わってくる。意味は変わってないから、なんか今の俺じゃねえなみたいな感じで、でもそれはあんのかな。まあちょっと俺はまだボーカリストとして日にちが浅すぎるからこの先そうなってくるんじゃない。まあなるのかもね。いきなり韓国のツアーが決まって多分これが発表される時はもう多分帰ってきてるとは思うんだけど、8月だもんね。でだっけ行くの10月10月じゃあ全然多分これが出る時はまだいるわこっちに。で、どういうこうあっちに仲間がいて呼んでくれて行くみたいな。そう今回はAll I Have っていうバンドが向こうにいて、でそのハードコアのバンドなんだけど、そのメンバーがずっと日本にいた子なんだよね。ゴンっていうやつなんだけど、でまあなんかホロサンズの CD 出して PV とかも出て、でそのタイミングでなんか向こうから連絡してくれて、なんかもし本当に来たいんだったら全然ブッキングしますよみたいな感じで、だからおいいねみたいな感じだったんだよね向こうは向こうですごいシーンがあって、ギークスダンってだってレベレーションレコーズから出して今年 This is Hardcore 出たりとかしたから、でこうあとシングスウィーセイとかね、あとなんかまあこうだから向こうは向こうでシーンがあってそっちにお邪魔させてもらうみたいな。ツアーだけじゃなくても今新作的な動きは書いてるで、まあ全然メンバーともその話はしてないけど、まあ何かしらの形で来年またちょろっと出せればいいかなと思ってて、まあ出してこうやっぱみんなに見てもらえるチャンスをすごい増やしたいなっていうのがあるんだよね。だからまあなんかツアーとかもできたらいいなっていうのもあるし、外国からバンド呼んだり自分が行ったりもね増えれば一番いいなっていうのはこうぼんやりした理想ではあるかな、ね、これからも頑張ってもし一緒にできる機会があったらぜひツアー行こうよ。ツアー行きましょう。ツアー行こうよ。俺全然一瞬で行く。行きたいなんかそういうのあるといいよね、なんかイントゥイットとかもさ、なんかさバンドと一人でさこうスプリット出したりしてるからさ、なんかそういうなんか日本でやってないようなことをなんかこう一個ずつできたらいいなっていうのはあるよね、なんか見つけてねこうぜひぜひ、俺もこれからちょっと地方もガンガン回りたいとか思ってるし、本格的に音楽やりたいと思ってるんで、もしそんな機会があればぜひやりましょうなんか約束になっちゃった。約束ビデオになっちゃった。いやもしもしもう抑えたからねじゃあそんな感じで今日はありがとうございました。ありがとうございました。ボンズでした。